ドラボー優勢です。2024年10月13日世界周遊254日目です。ということで今どこにいるかというと、モンテネグロの首都ポドゴリツァに来ているよ。ここモンテネグロは2006年まで日本と戦争していました。ということで今回はそんなモンテネグロの首都ポドゴリツァ編、レッツゴー。時刻は午前8時15分。現在地はアルバニアの首都ティラナです。これからバスステーションに行きたいと思います。ティラナも朝晩は冷え込みますね。それにしてもすごい建物だ。中心地からバスステーションまではローカルバスで行くことができます。来た時と同じ8番のバスです。ちょうどいいタイミングで8番のバスが来ました。到着しました。今日はここからお隣の国モンテネグロの首都ポドゴリツァに移動します。今回もバスのチケットはフリックスバスで予約しました。料金は 22.99 ユーロなので3750円です。荷物を預けるのに約2ユーロかかりました。日本円で300円ちょっとです。それではこのバスでポドゴリツァまで行きます。午前10時20分出発しました。出発から1時間で1回目の休憩です。午前11時37分再びモンテネグロに向けて出発です。午後2時20分モンテネグロに入国しました。現在時刻は午後3時、ポドゴリツァのバスステーションに到着しました。ということで世界周遊第29カ国目モンテネグロに入国。モンテネグロの通貨はユーロ、1ユーロは163円です。はい、それでは予約してあるホテルまで歩いていきたいと思います。バスステーションからだいたい12分です。バス停前には大きな壁画。モンテネグロはパレスチナを応援すると書いてあります。ポドゴリツァの現在の気温は21度、半袖1枚でちょうどいい気候です。今回の宿はこちら、エアビーで予約したアパートです。3泊93ユーロ、日本円で 15,159 円です。この階段を少し上がったところにプライベートのキッチンと、それからバスルームがあります。Wi-Fi のスピードは 68Mbps、問題ない速さです。窓からの景色はこんな感じ。ホテルをチェックインしたので、これからポドゴリツァを散策したいと思います。ポドゴリツァを散策する前にモンテネグロとポドゴリツァの歴史を簡単に紹介したいと思います。ここモンテネグロはユーゴスラビア連邦構成国の一つで共産主義国家でした。2006年にセルビアから分離独立を果たして現在に至ります。ここポドゴリツァが首都になったのは2006年の独立時、第二次世界大戦の時は空爆で壊滅的に破壊されてしまいました。歴史的な建物はほとんどなくて、現在残っている建物の多くは共産主義時代に建設されたものです。まず最初にやってきたのは独立広場です。2006年の独立時に昔からあった広場を改修して現在の形になりました。この場所がポドゴリツァの中心地。一応ポドゴリツァはモンテネグロで一番大きな都市なんだけど、正直規模はかなり小さいです。次の有名観光地に行くまで、どうして日本とモンテネグロが2006年まで戦争状態だったか解説したいと思います。
モンテネグロがユーゴスラビアになる前、モンテネグロ公国でした。1904年に日露戦争が勃発すると、ロシアと軍事同盟を結んでいたモンテネグロは日本に宣戦布告をしました。結局参戦はしなかったものの、その後平和条約などを結ばなかったため、国際法上交戦中の状態が100年以上続きました。2006年の独立で日本はモンテネグロを国家承認して正式に交戦解消されました。ポドゴリツァの数少ない観光地、続いては聖ジョージ教会です。この教会はポドゴリツァで最も古い教会で16世紀に建設されました。モンテネグロはセルビアの影響を強く受けています。この教会もセルビア正教会です。この建物なんかは共産主義時代に建てられたと思うんだけど、すでに廃墟になってますね。結構大きな建物で廃墟になっていることが多いです。この特徴的な形の大きな橋はミレニアムブリッジ。モラチャ川に走るポドゴリツァのランドマーク的な橋です。橋が完成したのは独立前の2005年です。ミレニアムブリッジの隣にはモスクワブリッジという歩行者専用の橋がありました。川の水は見た感じ汚くなさそうですね。川のほとりまで降りられるみたいなので、ちょっと行ってみたいと思います。こんな感じで河原があって、水はやっぱり綺麗でした。首都を流れる川なのに水がこんなに綺麗ってすごくいいですね。首都なのにこんなに自然がたくさんあって、ポドゴリツァ結構住みやすいかもしれないです。これだったら毎日川のせせらぎと鳥のさえずりが聞こえます。音声拾えてるかわからないけど、本当にたくさんの鳥が鳴いてます。やっぱり街中の建物は共産主義に建設された建物らしく、シンプルで大きな箱みたいな建物が多いです。本当に静かで落ち着いていていい街ですね。ここはハリストス復活大聖堂です。こんな感じの新市街に位置する大聖堂で、2013年に完成しました。先ほどの教会と同じで、ここもセルビア正教会です。大聖堂内はタイの仏教寺院並みに天井も壁もキンキラキンでした。この建物も結構古そうですね。共産主義時代、ユーゴスラビア時代だから3、40年もしくはそれ以上経ってます。本当にここは首都ですかっていうぐらい街中に緑がたくさんあります。旅行者の間でもポドゴリツァは何もない街として知られていて、通過してしまう人が多いんだけど、割と来てよかった街上位に入るかもしれないです。ここにもまた別の公園があります。結構ベンチでゆっくりしてる人が多いです。夕焼け空と川がすごく素敵なので、この遊歩道を少しお散歩しようと思います。この小さな川に架かる橋はスタリーモスト、意味は古い橋です。この橋が建設されたのはローマ帝国時代、そして18世紀のオスマン帝国時代に大規模な改築が行われたそうです。
川の水は透き通っているし、石橋はレトロ、そして夕焼けが綺麗です。本当に首都の中にあるとは思えないぐらい美しいですね。橋を渡ったところにあるのは城塞跡だそうです。上まで行けるそうなので、せっかくだから行ってみます。城塞の上はこんな感じです。この場所からは川と大きなモンテネグロの国旗が掲げられたビルが見えます。ここにずっといたい気分だけど、そろそろディナーを取りに行きたいと思います。ちなみにこの場所は最初に行った独立広場から徒歩5分の場所なので、ポドゴリツァがどれだけ自然多いかが分かりますね。街の方に戻ってきたんだけど、今が空の色ピークじゃない？美しすぎる。今回は時計塔の目の前のレストランポドヴォラットでディナーにしたいと思います。店内の雰囲気はこんな感じ。とてもおしゃれで高級感があります。メニューはこんな感じです。ドリンクはホームメイドのレモネード 2.5 ユーロなので407円です。それではいただきます。絞りたてのレモンがたくさん入ってるんで結構酸っぱいですね。このレストラン Google マップのレビューがとても高いです。3182個のレビューに対して星 4.3。 今回のメインディッシュはこちらです。ポドゴリツァポペツィ12ユーロなので日本円で1956円。はい、それではいただきます。肉の中に肉が入っててかなりジューシーかつボリューミーで美味しいです。このポドゴリツァポペツィは叩いて薄く伸ばした鶏肉にチーズなどを乗せて巻いたものを揚げた料理です。そこにタルタルソースをかけて食べます。ちょっとヨーグルト風味です。美味しい。今夜もとっても美味しいディナーでした。ということで今回の動画ではモンテネグロの首都ポドゴリツァの様子をお伝えしました。実はここポドゴリツァは世界一醜い首都、そんな風に呼ばれています。でも個人的にはめちゃくちゃ気に入りました。ということで今回の動画これで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。